皆さん、こんにちは。まほです。ヨーロッパ鉄道旅の最終日、最終目的地、フランスのディズニー Vlog 前編となります。This is the vlog of my Europe train trip in this summer 2023. The last day and the last place to visit Disneyland parks in France. おはようございます。ホテルをチェックアウトして、今からまずディズニーランドのホテルに向かいます。駅がこちらで、各ホテルへのシャトルバスは、私が泊まるホテルシャイエールは乗り場こっちみたいで、まずはホテルに行って荷物を預けることと、あとフロントに行ってパークの入場パスをもらわないといけないので、パークチケットがついてたんで取りに行かなきゃいけないという形になります。ホテル到着しました。シャイエン初めて来ました。チェックインは午後3時なので、ここで先にパークチケットをもらうという形になります。マジックパスというものをゲットしました。このマジックパスで今入っているものはホテルのルームキーとパークチケット。あ、ラッキー。シャトルバスがすぐ来てるみたい。今時刻は8時なので、だいぶ余裕はあるんですけど、これでオープンぴったりに入れるんじゃないかなと思いますが、すごい人。乗れるかな今8時15分で、ホテル宿泊者の開園が8時半なんですけど、もうチケットの確認だけゲートで最初に行われて、列に並んでいます。すごいやっぱ朝一は走ってる人が多いですね。みんな何に向かって走ってるんだろう。でも最初に乗るならクラッシュのコースターかな。パリにしかないアトラクションを順番に攻めていきたいなと思ってます。右だとクラッシュのコースターで、左だと多分アベンジャーズとかなんですよね。あと左はタワーオブテラーもありますが、そんなに人行ってない感じですね。みんな雰囲気的にこっち行ってますね。ここのパーク来たらいつも最初はクラッシュに乗ってる気がします。世界でもパリにしかない、結構ぐるんぐるん回りながら進むコースターですね。めっちゃ並んでる感じがします。シングルライダーやってるといいんだけど、どうかな。こんなイメージの乗り物です。シングルライダー、まだレーンがオープンしていませんが、こっちはすごい人。アトラクション1個乗り終わってまだ8時35分ということで、まだ全部のアトラクションが5分待ちっていう表示になってますね。人気あるアトラクションから徐々に待ち時間増えていくと思います。多分クラッシュのコースターは結構並んでたんで、一番人気なのかな。そして、ハリウッドタワーホテル、トワイライトゾーンのテーマのタワーオブテラーですね。後で乗りたいと思います。そしてこの辺もだいぶエリアが雰囲気変わりました。アベンジャーズキャンパスという新しいエリアになりました。ここもなんかおしゃれそうなレストラン。これはスパイダーマンの乗り物ですね。奥の方はロックンローラーコースターを改造して作られた、もともとはエアロスミスの乗り物だったんですけど、多分ね、コースターの感じは変わらないと思うんですけど、それがアベンジャーズに置き換わったと。そういうアトラクションだと思います。今回初めて乗ります。コロナ対策の名残だと思うんですけど、こういう風にまだ消毒ジェルが置いてありました。アメリカには去年の時点でもうなんか撤廃されてたんで、多分来る観光客の数が全然違うっていうのはあると思うんですけど、こちらの乗り心地はロックンローラーコースターと一緒っちゃ一緒なので、あの感じが好きな人はぜひ乗ってもらえればと思うんですけど、頭がだいぶ揺れる感じでヘアバンドが取れちゃいました。出口でキャストさんが拾ってくれて、なくしちゃったって言ったら、あ、これでしょみたいな感じで出してくれてよかったんですけど、ちょっと暗い感じ、なんかもうそのスペースマウンテンみたいな感じでしたね。
続いても初めてのスパイダーマンのアトラクションです。で、こちらはメガネをかけて乗るみたい。こんな感じですね。これシューティングゲームって知らなくて、トイストーリーマニアの進化版ですね。これめっちゃ楽しかったです。手の動きでシューティングするっていう、めちゃくちゃ腕が筋肉痛になります。なので、これはちょっと時間を置いてもう一回チャレンジしたいですね。めっちゃ楽しかったです。これなんならナンバーワンって楽しいかも。夢中になって乗ってしまいました。スターツアーズ系だと勝手に思ってて、ゲーム要素がこんなにあるって知らなかった。めっちゃ楽しい。ただ高得点のコツとか何にも知らずに来ちゃったんで、次は攻略法とか知りたいですね。何を取ると何点とかがわからなかったんで、最終的にはなんか隣の人に負けちゃったんで楽しかった。もう一回乗ろう。続いて、パリでは初めてかもしれないタワーオブテラーやってきました。とっても懐かしい、アメリカディズニー好きには懐かしい内容の、タワーオブテラーでした。まだ開園して1時間経ってないんですけど、もうすでに4つアトラクションに乗ったので、一般開園が9時半からなので、ここからさらに混むってことを考慮して、ちょっともう一回、このスパイダーマンに臨もうと思います。高得点取るぞ。さっきなんか軽くネットで調べたら、いろんな雲を倒していくんですけど、雲の色によって点数が違うっていう情報だけゲットしたので、あとチームプレーっていうのがね、難しいんですけど、誰と一緒になるかとかにもよるんですけど、チャレンジしたいと思います。Translation device to help you better enjoy the presentation. We hope you all have a great time on your visit to the Worldwide Engineering Brigade Open House. C'est pas cool. Mais si vous êtes là, c'est pour nous aider à tester le nouveau véhicule Stinger. Grâce à son protecteur roulant, vos propres toiles d'araignée, comme une poisse Spider-Man. Tendez juste les bras dans la direction que vous voulez et le tour c'est cool. Peter, Spider-Man continue de se répliquer et dévore tout ce qu'il trouve sur leur passage. やったことがある人にしか伝わらないと思うんですけど、個人成績で26万点出しました。あ、スパイダーマンが出てきた。出てきた。なんか動いている上で見えましたでしょうか。このウェブって書いてある右側から一瞬ちらっとスパイダーマンが出てきました。なんかね、今日1日の最高点数が4人で10万ちょいだったんですけど、私個人成績が26万点だったので、これを4倍すればマックス更新できたのになみたいな感じですね。Explore and have fun. That's your mission. トイストーリーランドは香港にあるのと同じアトラクションが2つ、RC レーサーというパラシュートの2つなので、後で乗ろうかなと思ってます。ここが因縁のと言いますか、1年前にフロリダのディズニーワールドで乗れたアトラクションなので、全く同じだから強くこだわってはいないんですけど、レミーのアトラクションにパリでリベンジしようと思います。ビストロシェフレミーのお店を12時半に予約してるんで、実質2時間ぐらいしかないんでね、軽いものしか食べられないんですけど、何か食べたいなと思ってます。シングルライダーのレーンに並びましたというか歩いてるだけなんですけど、普通のレーンが35分だったかな。こちらもグラスを取って、これはゲームじゃないで普通に乗るだけですけど、どれぐらいで乗れるか楽しみです。さっきトイストーリーランドは RC レーサーとパラシュートのやつしかないと思ってたんですけど、なんとカーズのロードトリップっていうアトラクションを忘れてまして、これ乗り物見ると多分以前あったスタジオトラムツアーのリメイクですね。Ciao! Au revoir les amis! Hey Sally, why were all those crazy things built along Route 66? Les attractions au bord de la route ont été construites pour divertir. Tu as réussi à sortir du labyrinthe. It was amazing.
Je suis irrésistiblement attirée par le rythme de la musique. Donc, this canyon is so beautiful and calm. Seulement en apparence. To see what Mater's done now. Oh, je vois Martin là-bas. Oh, Mater, you made your own Eiffel Tower? Que vous soyez venu admirer la prunelle de ma casse, la tour à fioul. N'oubliez pas, vous serez toujours les bienvenus. together. 最後にアイフェルタワー、アイフォルタワー、エッフェル塔のパロディみたいなのが出てきたのが、ちょっとフランス色が出てて面白かったですね。じゃあ次は、パラシュートにでも乗って、まだ工事中の場所を眺められたらなというのにトライしたいと思います。各国のフードカウンターがオープンしてます。なんか国旗があって、こっちはベルギーで、こっちはギリシャ。さっきベルギーワッフルがあって、ギリシャは何だろう。ギリシャサラダとか、ギリシャ料理好きなんで、ちょっと気になります。そしてこっちはスペインですね。エスパーニャって書いてある。ピンチョスみたいな感じ。で、こっちがイタリアですね。ピザとかかな？なんだろう、アジア。寿司とか天ぷらとか。お店の人は日本人じゃないみたい。スーパードライ。かなり遅いんですが、朝食です。ギリシャ料理のギュロスというサラダとチキンを、なんていうんですかね、ラップで包んだものです。6ユーロでした。いただきます。この奥はスティッチのスティッチエンカウンターみたいなものかな、スティッチライブって書いてあって、朝しばらくはフランス語のマークついてたんで、英語のショーは別の時間でまだまだ後っていうことだと思います。I selected Remy menu for the lunch, 40 euros, which includes one starter and one main plate. My choice was duck pate for the starter and roast cod for the main plate. 空っぽのお皿で失礼します。スターターとメインの2つ、2皿のコースにしたんですけど、どっちもとっても美味しかったです。スターターがダックのなんかムース、テリーヌっぽいもので、メインは、魚のコットで、マッシュルーとソースで味付けしたものと、あとラタトゥイユがなんか半々で下に敷いてあって、その上に茹でたのかな、スチームした感じのコットが入ってました。大体こういうのとボリューム多くて食べきれないんですけど、見ての通りパンをほとんど食べなかったらちゃんと食べきれました。ちょうどよかったです。お腹いっぱいです。レストラン内はこんな感じになってます。
なんか森の中みたい。ディズニークルーズの中にもレミーっていうレストランあるんですけど、その船の中のレミーっていうレストランとは全然まあ違って、こっちの方がカジュアルですね。アプリの中でもドルマークがついてて、どれぐらい高いかっていうのを示してるんですけど、これ最高級のレストランではないので、ドリンク別だったので44ユーロ、6000円を超えるかなっていう感じなので、7000円ぐらいいくのかな。手頃な金額ではないですけど、なんかドレスコードも別にあるわけじゃないし、そういう意味ではこっちの方が入りやすいかなっていう、子供もいるしね。ちょっと奮発したランチディナーにおすすめって感じですね。After my lunch, I walked around the restaurant. 店内自由に見ていいよと言われたので、少し遠回りしてお店を見ながら出ました。素敵なレストランでした。もうこちらのアニマジックシアターであるミッキー&ザ・マジシャンのショーがちょうど2時5分からで結構たくさん人が並んでるので、25分後なんで結構先ですけど、10分前に行ったら入れなかったっていうのがあるんで、行けたら入りたいと思います。というわけで、これで今回のウォルト・ディズニー・スタジオは終わりとしたいと思います。2時半なんですけど、十分満喫しました。この後はホテルがちょうど行ったらもうチェックインの時間かなと思うので、お部屋まだ番号とか来てないんですけど、お部屋でちょっと休んで、で、夕方にまた今度はディズニーランドパリパークの方に戻りたいと思います。3時になって、ルームナンバーを教えてもらいました。私がフロントに行くまで番号決まってなかったっぽくって、こういう部屋だけどいいみたいに聞かれて、12番の塔ですね。パークに近いので、なんか歩いて行けそうでいいなっていう感じです。朝から昼にかけてポニーライドっていうコースがあって12ユーロだったんですけど、もしかしたらここをポニーが走るのかな、なんかそんな感じですよね。砂が整備されてて。こっち側にはランドリーとかアイスベンディングマシンがあります。2017年の改装で、このホテルは2つ星から3つ星になったそうです。もう一個、一番下のランクのサンタフェホテルっていうのは前回泊まったんですけど、だからそっちと同じランクだったのが1つ上がったっていう感じですね。ファーストフロアって言われたんで、グラウンドフロアの上って聞いたら、ここではファーストフロアは日本の1階と同じでグラウンドフロアということでした。パリってそんなんだったっけ？こっち側の道を多分ね、まっすぐ行くとサンタフェホテルがあって、さらにこっち側の方角にパークっていう作りになってます。今、外から入ってきたんですけど、二重扉になっていて、中は非常に静かな上に冷房が効いてます。1階だからちょっと外に面してるんじゃないかな。フロリダ慣れしてる私は思っちゃったんですけど、ここだったら静かだし涼しくて、外から虫の侵入とか、そういう心配しなくて良さそうですね。自分の部屋は1240だそうです。お部屋に到着しました。収納たっぷりの、入り口から、どうやらここコネクティングルームみたいです。で、こちらがシャワールームになってて、やっぱり今回の旅行でバスタブがあるホテルは一つもなかったですね。私がちょっとそういう5つ星みたいな高級ホテルに泊まってないっていうのもあるんですけど。で、こっちが洗面所となります。アメニティはそこにあるように、持ち帰れるシャンプーとコンディショナー、そして石鹸、それと、ここに備え付けのシャワージェルですかね。シャンプー&ボディウォッシュって書いてありますが。という形です。で、部屋の中なんですけど、これはね、トイストーリー好きな人はもうたまらないですね。というか、他のトイストーリーホテルと違って、色合いがもう、そのウッディとジェシーですかの西部劇の部分にフィーチャーしてて、バズはいないと。衣装の感じとか、かわいい、さっき見た中庭とかが見える感じですね。一泊ですが、ここで優雅に過ごしたいと思います。これ大事だなと思ったんですけど、電源、ここに C タイプと、あと多分これ BF タイプですかね。と、USB タイプ A
がさせるコンセントがあります。さすがいろんな国のお客さんに対応してますね。ベッド脇にも一応 C タイプのコンセントがこれだけあるので、複数人で来ても充電に困るってことはないかなと思います。お部屋で休んで、今時刻は5時20分です。ここから Google マップ上で駅まで徒歩10分っていう風に出てました。まだお土産屋さんとか見てなかったなと思って、フロントのあたり、スーツケース引っ張りながらだったんで、そこを見つつバスに乗ってパークに行ってもいいんじゃないかなという気持ちが勝ったので、パークはあっちの方角なんですけど、こっちに向かって歩いてます。いい感じに晴れてきましたね。そして井戸もあります。バンクって書いてあるところがスターバックス。で、ここがなんだろうな、隣のチャックバゴンカフェっていうのは、ビュッフェの、ディナーのお店ですね。ここもなんか迷ったんですけど、40ユーロとかでディナービュッフェなので、ドリンク込みってあったんで、ちょうどシェフの方がお料理中みたいですね。こちらがフロントの塔にある、ここもちっちゃめのお土産屋さんで、多分ですね、ホテルにちなんだグッズとかはあるけど、エクスクルーシブのものはないんじゃないかな。ホテル限定のものみたいなのはないと思います。以上でウォルト・ディズニー・スタジオとホテルの探索編を終わります。次はいよいよディズニーランド・パリ、ヨーロッパ旅の最終回の予定です。お楽しみに。